はこんにちは、セリナです。今回は7月7日よりシャネルの公式オンラインブティックと一部の店舗限定での発売の新作アイテム、シャネルでサンボル・ドゥ・シャネルよりウォームゴールド、プレシャスコーラル、パーリーホワイトの全3色を比較しながらご紹介していきます。今回の新作パウダーはまずカラーがウォームゴールド、プレシャスコーラル、そしてパーリーホワイトの3色展開となっていて、それぞれパウダーのモチーフが全5種類から選べるという仕様になっています。今回私はウォームゴールドのカラーをレ・ベルレのデザイン、プレシャスコーラルのカラーをラ・コメットのデザイン、そしてパーリーホワイトのカラーをル・カメリアのデザインで購入しましたが、ル・リオンとラ・シェヌのデザインも過去のホリデー限定で発売されたパウダーで全く同じデザインのものが手持ちであったので、カラーやサイズ感などは異なりますが、実際のシンボルのイメージの参考にしていただけたら嬉しいです。またこちらのフェイスパウダーは取り扱い自体はシャネルの公式オンラインブティックと一部店舗限定での発売とのことですが、アイテム自体は限定品ではなく新製品となりますので、シャネルのオンラインブティックと一部の店舗では引き続き再入荷もされるとのことでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、シャネルレ・サンボル・ドゥ・シャネル。シャネルのシンボル5種がマキシサイズのパウダーになって登場します。ル・リオンは強さ、ガブリエル・シャネルの星座でもあるライオン。その誇り高く情熱的なパーソナリティはまさにライオンの化身です。彼女はライオンの置物を収集し、自らのデザインにも何度も取り入れました。ラ・コメットは幸運、女性を輝く星座で包み込んでしまいたいの。1932年、最初にして唯一のハイジュエリーコレクションを発表したガブリエル・シャネルはそう言いました。彼女が空を見上げて生み出したのが、星々にインスピレーションを受けたジュエリー。迷信深い彼女は星に希望を託し、自らのデザインに繰り返しコメットを取り入れました。ル・カメリアは調和。完全なるシンメトリーを描くカメリアは永遠に落葉しない花。調和の中にある静質な普遍の美しさを体現します。ダンディズムの実践者ダンディが着用したジャケットのラペルを飾っていたこの花は1913年ガブリエル・シャネルのエンブレムとなりました。ラ・シェヌは装い。兵士が用いていたカバンのストラップからインスピレーションを得て、ハンドバッグにチェーンをつけることで女性の両手を解放し、時代のルールを打ち破ったマドモアゼル。大胆なエレガンスを体現するチェーンはメゾンのスタイルに欠かせない要素です。そして最後、レ・ペルレは輝き。ぬくもりときらめきを兼ね備えたパールは身につける人の肌を華やかに照らし、その人の持つ内なる輝きを呼び覚まします。ガブリエル・シャネルは昼でも夜でも街でも海岸でも首に巻いたり垂らしたり大胆に、そして自由にパールをまとっていました。それぞれ5つのシンボルごとにウォームゴールド、プレシャスコーラル、パーリーホワイトの3色が用意されています。それでは早速、ウォームゴールド、プレシャスコーラル、そしてパーリーホワイトの3色それぞれのカラーについて見ていきたいと思います。まずはこちら、ウォームゴールドのカラーです。私はレ・ベルレのデザインを選びました。今回のマキシサイズパウダーにはブラシなどのツール類は不足になっていないので、まずはメイクアップフォーエバーのハイライトブラシを使って C ゾーンにハイライトとして入れてみたいと思います。デザインがものすごく可愛いので実際に使うのがもったいないですよね。でもこんな感じで粉質はかなり軽めなので
軽くブラシに含ませるだけでもしっかりとカラーがついてくれます。では C ゾーンに入れていきます。こんな感じで手元で見た時はかなり肌なじみのいいゴールドカラーだなと思いましたが、肌の上にのせてみると一塗りでもこんな感じで意外としっかりとウォームゴールドのカラーを感じられますね。カラーによってはハイライトの他にもチークとして使用するのもおすすめとのことでしたが、意外とこちらのウォームゴールドもチークとしても使用できそうです。はい、こちら側半分にウォームゴールドのカラーをC ゾーンにハイライトとして塗ってみました。手元で見た時は粉質が軽かったのも関係してかなり肌なじみのいいゴールドカラーだなと思いましたが、実際に肌の上にのせてみるとこんな感じで、だいたいいつも標準色くらいのファンデーションカラーを使っている私の肌でもしっかりと温かみのあるゴールドのカラーを感じることができました。こんな感じで黄身に寄りすぎていないゴールドカラーなので、ヘルシーさの中にも程よい温かみがあってとても上品なカラーだなと思います。もともとの肌の色が明るい方が使用するとさらにこちらの温かみのあるゴールドカラーが際立ちそうだなと思います。こちらはチーク使いをしても可愛いと思います。後ほどチークとしてのせたパターンもご紹介したいと思います。そして質感としてはこんな感じで、近くで見ても軽くてしっとりとしているパウダーがしっかりと肌に密着してくれるので、ハイライトを塗った部分がパサついてしまったり粉っぽくなってしまうということもなく、とても使いやすい質感でした。そして微細なパールとラメで程よくツヤが出る感じなので、引きで見るとこんな感じで自然な立体感を生み出してくれますが、近くで見てもパールやラメが悪目立ちしてしまうということもなく、とても上品でシャネルらしい質感のハイライトだなと思いました。程よい立体感とツヤ感をプラスできるので、日常使いもしやすいんじゃないかなと思います。ではこちら側にはウォームゴールドを残したまま、反対側にはこちらのプレシャスコーラルを塗って比較してみたいと思います。プレシャスコーラルはラ・コメットのデザインを選びました。ではまずは C ゾーンにハイライトとして塗っていきます。プレシャスコーラルのカラーは写真などで見るよりも実際の方がかなりしっかりとコーラルカラーを感じられるなという印象でした。肌の上にのせてもこんな感じで、ハイライトとして塗ってもそこまでカラーが強すぎるタイプではないので、マスクなどをしていて C ゾーンにほんのりと血色が欲しいという時にも使いやすいですが、反対に塗っているウォームゴールドよりもラメ感やパール感が控えめな感じがするので、チーク使いにもより向いていそうな感じがします。はい、こちら側半分にはプレシャスコーラルのカラーを C ゾーンにハイライトとして使ってみました。やはりこのくらいの距離で見てもウォームゴールドはハイライトらしい微細なパールやラメによるツヤがしっかりと出ているのに対して、プレシャスコーラルはふんわりと肌なじみのいいベースにほんのり微細なラメが輝く程度なので、カラーごとにパール感やラメ感などの質感の違いもありました。プレシャスコーラルは近くで見てもこんな感じで、パール感はかなり抑えめで、軽くてしっとりとしたベースのパウダーが肌にふんわりと乗った上に、顔を動かすと微細なラメがキラッと光るような感じなので、パール感やラメ感が強いキラキラしすぎるハイライトは苦手だけれど、自然に立体感が欲しいという方のハイライトとしての使用はもちろん、ふんわりと柔らかい血色感を出してくれるチーク使いをしたいという方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。こちらも後ほどチーク使いをしてみた感じをご紹介していきたいと思います。そしてカラーもこんな感じでとても絶妙で、コーラル系の中でもかなりピンクに近いようなイメージなので、ふんわりと柔らかい表情に見せてくれますが、可愛らしくなりすぎずに大人っぽさも残るところがすごく素敵だなと思います。ウォームゴールドとプレシャスコーラル、それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。カラーだけではなく質感の違いも楽しめるところがすごくいいなと思いました。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側にウォームゴールド、反対側にプレシャスコーラルを塗っている状態です。今少し曇っているので
どちらもそこまでギラギラしている感じには見えないと思いますが、やはりウォームゴールドは微細なパールとラメによるツヤが出ているのに対して、プレシャスコーラルは外の自然光で見てもパール感がかなりナチュラルで、ふんわりとしたベースのカラーに微細なラメがキラッと輝く程度です。そして自然光で見た方がどちらもよりしっかりとカラーを感じられるので、やはりこちらの2つはハイライト以外にもチークとしても使いやすいんじゃないかなと思います。それでは続いてはパーリーホワイトのカラーをご紹介していきます。反対側には微細なパール感とラメ感をしっかりと感じられたウォームゴールドを残しているので、ウォームゴールドとパーリーホワイトを比較してみて、ツヤ感などにどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。デザインはこちらのル・カメリアを選びました。ではこちらも C ゾーンにハイライトとして塗っていきたいと思います。こちらのカラーは手元で見た時に一番ラメによるきらめきをしっかりと感じられるなと思いましたが、肌の上にのせてもこんな感じでしっかりとラメが肌に乗ってくれるタイプです。ただその代わり反対に塗っているウォームゴールドよりもパールによるツヤが少し控えめな感じがします。はい、こちら側にはパーリーホワイトのカラーを塗ってみました。手元で見た時はもう少し白っぽく仕上がるハイライトカラーなのかなと思いましたが、意外とベースのカラーはかなりナチュラルで、素肌が透けるようなベースに大粒のホワイトのラメによるきらめきをしっかりと感じられるタイプでした。近くで見るとこんな感じで、より素肌の透け感とパール感は感じませんが、大粒のラメが肌の上にキラッと輝く感じが分かりやすいと思います。やはりこちらもウォームゴールドとはまた違った質感で、パールによるツヤというよりもラメによるしっかりとしたきらめき感が欲しいという方におすすめです。こちらはどちらかというと日常使いというよりもメイクを華やかに仕上げたい時におすすめだなと思いました。パールによるツヤは抑えめで、ラメによるきらめきだけをしっかりと感じられるハイライトはなかなか定番アイテムの中では珍しい印象なので、パール感は苦手だけれどしっかりとツヤ感を出したいという方にとても使いやすいと思います。それぞれ引きで比較してみるとこんな感じのツヤの違いが出ています。パーリーホワイトも肌から白く浮いてしまうということもなく、肌の色問わず使いやすそうです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもやはりパーリーホワイトはベースのカラーが白く浮いてしまうということもなく、カラー自体はとても自然に使えて、しっかりとラメによるきらめきを感じることができます。ウォームゴールド、プレシャスコーラル、パーリーホワイト、それぞれ3色をハイライト使いで比較してみるとこんな感じです。それぞれカラーの違いはもちろん、こうして比較してみるとより質感の違いが分かりやすいと思います。ウォームゴールドは微細なパールとラメの両方の艶めきを感じられる仕上がり。プレシャスコーラルはふんわりとしたベースに角度によって微細なラメを感じられる仕上がり。そしてパーリーホワイトはパール感は抑えめでしっかりとした大粒のラメによるきらめきを感じられる仕上がりでした。それでは最後にウォームゴールドとプレシャスコーラル、それぞれチーク使いをしてみるとどんな感じなのか見ていきたいと思います。まずはウォームゴールドを頬のチークブラシに取って、こちら側の頬にチークとして塗ってみます。やはりチーク使いをしてもこんな感じで意外としっかりとカラーが乗るので、こういった毛が密集しているタイプのチークブラシを使えばしっかりとチークカラーとしても楽しめそうです。ウォームゴールドのタイプは今回ご紹介した3つの中でもパールによるツヤとラメによるきらめきの両方を感じられるタイプでしたが、そこまでギラギラしすぎる印象でもないので、チークとして使ってもパールやラメ感が少し強めのタイプのチークという感じの感覚でも使えます。
はい、こちら側半分にウォームゴールドをチーク使いしてみました。こんな感じで綺麗な立体感も出てくれますが、カラー自体は温かみのあるゴールド系なので、これからの季節、ヘルシーさと上品さを出したい時のメイクのアクセントとしても活躍してくれそうです。そしてチークとして広範囲に塗ってもこんな感じで、やはりそこまでパール感やラメ感が強すぎるタイプではないので、しっかりとしたパールやラメが入っているタイプのチークというニュアンスで使えると思います。では反対側にはプレシャスコーラルを塗っていきます。C ゾーンに塗った時も感じましたが、ベースのパウダーがふんわりとしている質感なので、チークとして塗ってもこんな感じで毛穴が悪目立ちしてしまうこともなく、かなり使いやすいです。そしてやはりこちらも毛の密集しているチークブラシで塗ると、よりふんわりと柔らかいカラーが頬に乗ってくれて、とても可愛いです。プレシャスコーラルはチーク使いをするとより素敵だなと思います。はい、反対側にはプレシャスコーラルのカラーをチーク使いしてみました。やはりプレシャスコーラルのカラーはベースの粉質がふんわりとしているので、チーク使いをするとよりこのベースのふんわり感と角度によって微細なラメがキラッと輝く感じのふんわり感と立体感のバランスがとてもよく取れていると思います。近くで見てもこんな感じで毛穴が悪目立ちしてしまうという感じも全くせずに、とても柔らかい印象の方に見せてくれます。カラーとふんわりとした質感も相まってとても可愛らしい印象ですが、絶妙な立体感と上品さも残るところがさすがシャネルという感じの仕上がりです。個人的にはプレシャスコーラルのチーク使いとてもおすすめだなと感じました。それぞれ引きで比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで7月の7日よりシャネルの公式オンラインブティックと一部の店舗限定で発売されている新作フェイスパウダーレ・サンボル・ドゥ・シャネルよりウォームゴールドとプレシャスコーラル、そしてパーリーホワイトの全3種類のカラーをそれぞれ比較しながらご紹介していきました。手元で見た時はそれぞれの3つのカラーの質感の違いはそこまで感じませんでしたが、実際に肌の上にのせてみると、ウォームゴールドのカラーは微細なパールとツヤの両方のツヤ感を楽しめる仕上がりで、プレシャスコーラルはふんわりとしたベースのパウダーに角度によってキラッと微細なラメを楽しめるような自然な仕上がり、そしてパーリーホワイトはベースには透け感が残ってパールによるツヤというよりも大粒のラメのきらめきをしっかりと感じられるという3つともそれぞれ大きく質感も違ったところがすごく良かったなと感じました。今回私が購入したレ・ペルレ、ラ・コメット、そしてル・カメリアの他にも過去のホリデー限定アイテムとして登場していたル・リヨンやラ・シェヌのシンボルも登場しておりますので、ぜひカラーと合わせてこちらのシンボルもチェックしてみてください。こちらのアイテムは取り扱い自体はシャネルの公式オンラインブティックと一部店舗限定となっておりますが、アイテム自体は新製品とのことですので、オンラインブティックや一部店舗では引き続き再入荷もするアイテムになっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。